皆さんこんにちは、アンリです。今日は5月20日に公開された日本の AI 利用に関する2つの重要調査、トレンドライフの日本人の AI への不安と詐欺判別力調査で、日本人の92.8%が AI に不安を感じており、 AI 詐欺を見破る自信があるのはわずか 8.5% という数字と、ピフティの小中学生の生成 AI 利用と調べ方に関する実態調査2026で、小中学生の6割超がすでに生成 AI を利用している、保護者の 67.4% が子供が AI を鵜呑みにすると懸念しているという数字、そして IPA 情報処理推進機構 AI 事業者ガイドライン1、2番中小企業向け解説版と PR タイムズの AI エージェントリリース前年比57倍報告、これらを束ねて日本に AI 鎖国、つまり大人が AI を警戒する動きと AI ネイティブ世代、つまり子供が AI を使いこなす動きが同時に発生するいびつな現実を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。報道によれば5月20日同日にトレンドライフとピフティが別々の期間で別々のターゲット層を対象に調査結果を発表。結果として世代間ギャップが明確に可視化されるという極めて珍しい状況になっています。それではこの日本 AI の二極構造を4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションはトレンドライフ調査の中身、日本人92.8% が AI に不安という数字の意味です。トレンドライフは5月20日、日本の18歳以上約1万人を対象とした AI 利用と不安に関する調査結果を発表しました。最大の数字は日本人の92.8% が AI に対して何らかの不安を感じているという結果です。具体的な不安の内訳はこうです。一つ目は個人情報の流出。こちらが 74.3%。 AI サービスに入力した情報がどこでどのように使われるか不透明で安心できないというものです。二つ目は AI 詐欺、特に音声合成やディープフェイク、つまり実在の人物の顔と声を本物そっくりに再現する AI 技術を悪用した詐欺被害。こちらが68冊またまたまた。3つ目は自分の仕事が AI に奪われるのではないかという雇用不安。こちらが 61.2%。さらに衝撃的な数字が AI 詐欺を見破る自信があると回答した人がわずか 8.5% という結果です。つまり9割以上の日本人が AI 詐欺に引っかかる可能性があると自覚しているわけです。実際警察庁が4月に発表した特殊詐欺の被害統計では、音声合成、ディープフェイクを悪用した新型詐欺の被害件数が前年比約3倍に急増しています。2つ目のセクションはピフティ調査の衝撃的な結果、小中学生6割超が生成 AI を利用という数字です。ピフティは5月20日、日本の小学校4年生から中学校3年生までの約3000人とその保護者2500人を対象とした調査結果を発表しました。最大の数字は小中学生の6割超。具体的には61.8% がすでにチャット GPT、ジェミニ、クロード、ビングチャットといった生成 AI を利用した経験があるという結果です。具体的な利用シーンはこうです。一つ目は宿題や学習の補助。こちらが 46.3%。算数の問題、英語の翻訳、社会の調べ物、こうした学習用途に生成 AI を使うという典型的な使い方です。2つ目は自由研究、レポート作成。こちらが 32.7%。子どもたちは教えられなくても
AI の使い方を覚えていくという現実です。3つ目は感情の相談、雑談。こちらが 18.4%。AI を友達のように使うという新しい使い方がすでに広がっています。一方、保護者側の調査結果も衝撃的です。保護者の 67.4% が子供が AI の回答を鵜呑みにしているのではないかと強く懸念しています。さらに保護者の 71% が家庭内で子どもの AI 利用に関する明確なルールを決めていないと回答しており、子どもが自由に AI を使い、保護者は不安を抱えながらもルールを決めかねているという二重の問題が浮かび上がっています。3つ目のセクションは関連政策と企業の動き、IPA-AI 事業者ガイドライン1、2番中小企業向け解説版と PRT アイマイズ AI エージェントリリース前年比57倍です。 AI に対する不安と利用の急増、これに対して政府と企業も急ピッチで対応を進めています。5月19日 IPA 情報処理推進機構が AI 事業者ガイドライン第1、2番の中小企業向け解説版を新たに公開しました。これは大企業向けにすでに策定済みだった AI 事業者ガイドラインを中小企業の現場の言葉、現場のシーンに合わせて解説したものです。中小企業向けに分かりやすく AI 利用のルール、リスク管理、プライバシー保護を解説しています。ただし複数の報道機関の調査によると、日本企業の 31% が生成 AI の社内ルールを未策定という現実が明らかになっています。つまり3社に1社は AI に関する社内ルールすら決めていないという状況です。一方、企業の AI 活用のリリースは爆発的に増えています。 PRTIMS のリリース統計によると、4月から5月にかけての AI エージェント関連の企業リリースは前年同期比約57倍に増加しました。 AI エージェントとは人間の代わりに業務を自律的にこなす AI システムで、銀行、保険、製造、小売、医療とありとあらゆる業界で AI エージェントのリリースが相次いでいます。つまり企業側は AI 活用に一気に舵を切っている一方で、社内ルールは追いついていないというねじれた状態が続いています。4つ目のセクションは海外との対比と日本独自の二極構造の解説、そして保護者、教師、企業担当者への実践ガイドです。3つの観点があります。1つ目は海外、特に米国との対比です。米国のピューリサーチセンターの4月調査では、米国の成人の 43% が生成 AI を日常的に利用していると回答。一方で AI に対する不安を強く感じている人は 35% 程度にとどまっています。つまり米国では AI 利用と AI 不安はある程度並行して進んでいるわけです。一方、日本は AI 不安が 92.8% と極めて高い数値にもかかわらず、子どもたちは6割超がすでに生成 AI を利用しているといういびつな構造が明確に浮かび上がります。2つ目は保護者と教師向けの実践ガイドです。家庭で子どもが AI を使う場合、3つのルールを決めることが推奨されます。1つは AI の回答を鵜呑みにせず、必ず別のソースで確認する習慣をつけること。2つ目は個人情報、家族の情報、学校の情報を AI に入力しないというルール。3つ目は毎週家族で AI の使い方を振り返る
対話の時間を設けることです。3つ目は企業担当者、特に中小企業の経営者、IT 担当者、人事担当者向けのガイドです。 IPA の AI 事業者ガイドライン1、2番、中小企業向け解説版をまず読み込み、自社の AI 利用ルールを策定することが急務です。具体的には、社内で利用して良い AI サービスのリスト化、入力してはいけない情報の明示、AI の回答を業務判断に使う際の確認手順、こうした3つの最低限のルールを決めるだけでもリスクは大きく下がります。ここまでの整理をまとめます。5月20日に公開された2つの調査で、日本人の 92.8% が AI に不安を感じている AI 詐欺を見破る自信があるのはわずか 8.5% と強い警戒感が確認されました。一方で小中学生の6割超がすでに生成 AI を利用しており、保護者の 67.4% が子供が AI を鵜呑みにすると懸念しているという世代間ギャップが明確に可視化されました。5月19日、IPA が AI 事業者ガイドライン1、2番中小企業向け解説版を公開。PRATIMAs の統計では、AI エージェントの企業リリースが前年比57倍に増加。一方、日本企業の 31% が社内ルール未策定というねじれた状態です。日本に AI 鎖国、つまり大人の警戒と AI ネイティブ世代、つまり子どもの利用が同時に発生する極めていびつな現実が浮かび上がっています。視聴者のあなたが家庭、職場それぞれでどう AI と向き合うか、その選択がこれからの生活と仕事を左右するというのが今日のメッセージです。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で